恐れることからどのように勇気を奮い立たせますか。失敗を恐れず大胆に行動せよ。長岡が医師。皆さんこんにちは、こんばんは。今回は長岡が医師の言霊を紹介していきます。長岡が医師は日本の近代化を支えた軍人であり、電信技術の発展にも貢献した人物です。彼のこの名言には、失敗を恐れず積極的に行動することの大切さが込められています。私たちは新しいことに挑戦するとき、失敗を怖がって足を踏み出せないことがしばしばあります。でも本当に大切なのは、失敗を恐れずに前に進むことだと長岡が医師の言霊から学ぶことができます。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず長岡が医師のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。今回の言霊、失敗を恐れず大胆に行動せよに関してとても興味があります。私もそう行動できたらいいなと思っています。さて、ここからは長岡が医師のルーツを探っていこう。ハミルさん、長岡が医師がどんな人物だったか知っているかな？軍人だったってことくらいしかわからないです。どんな人物だったんですか？長岡が医師は幕末から明治、大正時代にかけて活躍した軍人で、日本の近代化に大きく貢献したんだ。特に電信技術の発展に尽力したことで知られているね。でもまずは彼の生い立ちから見ていこう。長岡が医師は文久3年1863年に生まれたんだ。彼の家系はもともと武士の家柄で、幼い頃から武士としての心得を学んでいたよ。江戸時代の終わり頃ですね。時代の変わり目に生まれたってことか。どんな子供時代だったんでしょう？長岡が医師は幼少期からとても好奇心が強く、何事にも積極的に挑戦する性格だったと言われているよ。特に新しい技術や戦術に興味を持っていたみたいだね。彼は単なる軍人ではなく、日本の未来を真剣に考えていた思想家でもあったんだ。技術革新の重要性を認識し、その普及に尽力した人物だったんだよ。なるほど。時代が変わっていく中で、伝統的な武士の価値観だけじゃなく、新しいことも学ぼうとしていたんですね。そんな長岡が医師が軍人として本格的に活躍し始めたのは明治時代に入ってからだ。彼は陸軍に入り、日本の軍事力を強化するために様々な改革に取り組んだんだよ。どんな改革をしたんですか？特に注目すべきなのは、日本の軍事通信の分野において今日の通信技術につながる重要な一歩を踏み出したことだね。戦争では情報のやり取りがすごく重要だから、長岡は軍の中に電信技術を導入しようと考えたんだ。確かに戦場での情報伝達が早くなれば、戦いの流れを有利に進められそう。でも当時の日本にそんな技術はあったんですか？そこがポイントなんだ。長岡は西洋の技術を学び、日本に取り入れようと努力したんだよ。でも最初は周りから軍人がそんなことをする必要があるのかって批判もされたみたいだね。それは大変そう。でもそれでも諦めなかったんですね。そう、長岡が医師はどんなに反対されても未来を見据えて行動し続けたんだ。彼は海外の電信技術を研究し、日本の軍事通信システムを作り上げたんだよ。つまり軍事通信の分野において今日の通信技術につながる重要な一歩を踏み出した人ってこと？まさにそうだね。特に日清戦争や日露戦争の時、軍の指揮官たちは長岡が整備した通信網を活用して戦況を素早く判断することができたんだ。これが日本の勝利に大きく貢献したと言われているよ。
具体的にはどんな風に使われたんですか？例えば日露戦争の旅順行為戦では、長岡が医師が構築した通信網が日本軍の作戦遂行に不可欠な役割を果たした。迅速な情報伝達により、日本軍はロシア軍の防御陣地を的確に把握し、効果的な攻撃を仕掛けることができた。通信のスピードが戦局を左右する大きな要因になったんだよ。さらに奉天会戦でも長岡の通信網は大きな役割を果たした。この戦いでは日本軍は広範囲に展開しながら戦う必要があり、各部隊の連携が重要だった。長岡が整備した通信システムのおかげで、司令部はリアルタイムで戦場の状況を把握し、適切な指示を出すことができたんだ。特に戦闘の最終局面では、敵軍の動きを即座に把握し、適切な配置転換や攻撃の指示を出すことができた。これは従来の伝令や旗信号では不可能だった迅速な対応を可能にし、日本軍の勝利に大きく貢献したんだよ。すごい。でも反対されながらもどうしてそこまで挑戦し続けられたんでしょう？それこそが今回の名言、失敗を恐れず大胆に行動せよにつながるんだ。彼は失敗しても挑戦しなければ何も始まらないと考えていたんだよ。かっこいい。長岡外史の人生そのものがこの言葉を証明しているんですね。その通り。次はこの名言が生まれた背景をさらに深掘りしていこう。長岡外史がどんな状況でこの言葉を発したのか、一緒に見ていこうか。はい、楽しみです。さて、ここからは長岡外史の失敗を恐れず大胆に行動せよという言葉が生まれた背景を探っていこう。彼の人生を見ていると本当に挑戦し続けた人だったんだなって感じます。でもこの言葉はどういう状況から生まれたんですか？いい質問だね。この言葉の背景には戦場での経験、新しい技術への挑戦、そして日本の未来を見据えた行動があるんだ。それぞれの場面を詳しく見ていこうか。長岡外史は軍人として戦場で多くの重要な決断を下さなければならなかったんだ。特に彼が関わった戦争の中で情報の重要性を痛感する出来事があったんだよ。どんな出来事ですか？例えば日清戦争や日露戦争では戦況の変化がものすごく早かったんだ。でも当時の日本軍は通信手段が限られていて、前線と本部の情報共有に時間がかかっていた。長岡はこれが勝敗を分ける重要なポイントになると考えたんだよ。特に日露戦争の奉天会戦では長岡外史が整備した通信網が重要な役割を果たした。戦況が刻々と変化する中、迅速な情報共有が可能になり、日本軍は的確な作戦を展開できたんだ。なるほど。でも戦場でそんなことを考える余裕があったんですか？それが長岡外史のすごいところだね。彼は戦場における情報の価値を誰よりも理解していて、通信の遅れが戦局を左右することを強く意識していたんだ。そしてもし自分が指揮官だったらどう戦況を有利に運ぶかをシミュレーションしていたんだよ。まさに大胆な行動を意識していたんですね。でも具体的にどんな決断をしたんでしょう？例えば彼は戦場の混乱の中でも迅速に指示を出し、限られた情報の中で最適な判断を下していたと言われているよ。これはまさに失敗を恐れず大胆に行動せよという精神そのものだったんだ。でもただ戦場で決断するだけじゃなくて、電信技術を軍に取り入れようとしたんですよね。それって簡単にできたんですか？いや、それがかなり大変だったんだ。当時の日本の軍隊では新しい技術を導入することに強い抵抗があったんだよ。通信に頼ると戦場での柔軟な判断力が失われるという考え方が根強かったんだ。軍内部には戦場では指揮官の勘と経験が何よりも大事だ。電信に頼ると判断が遅れ、指揮にも悪影響を及ぼすと
という意見が多かった。長岡は何度も上層部に提案したが、そんなものは机上の空論だと一蹴されることもあったんだ。それってすごくもったいない考え方じゃないですか。今の感覚だとそう思うよね。でも当時の軍隊は昔ながらの戦い方にこだわる人が多く、新しい技術を受け入れるのに時間がかかったんだ。そんな中で長岡外史はどうやって説得したんですか？彼はとにかく行動で示したんだ。失敗してもいいからとにかくやってみるという姿勢を持っていた。だから彼はまず西洋の最新技術を徹底的に研究し、日本の軍隊に合った形で実験を重ねた。実際に演習で使い、その有用性を証明することで少しずつ周囲を説得していったんだ。最初の試験運用では悪天候の影響で通信が途切れ、部隊間の連携が乱れる事態が発生した。反対派はここぞとばかりにやはりこんなものは役に立たないと批判したが、長岡は諦めなかった。彼は原因を徹底的に分析し、電線の強度を改善し、予備の通信手段を確保することでこの問題を克服していったんだ。すごい。でももしそれで失敗していたら？もちろん最初はうまくいかないこともあった。でも長岡は一度の失敗で諦めるのではなく、次に生かせばいいと考えていたんだ。その結果、彼の努力が認められて、軍隊に電信技術が正式に導入されることになったんだよ。最初からうまくいかなくても続けることが大事なんですね。そして長岡が医師の挑戦はただ軍のためだけじゃなく、日本全体の近代化にも影響を与えたんだ。どういうことですか？彼が軍事通信を発展させたことで、日本国内の通信インフラも整備されていったんだ。それまで遠くの情報を伝えるのに時間がかかっていたのが、電信のおかげで一瞬で伝えられるようになった。これにより日本国内の商業や行政機関も迅速な情報共有が可能になり、経済発展や政府の統治能力向上にもつながったんだ。それって軍の枠を超えて日本の発展そのものを支えたってことですよね。その通り。彼の挑戦がなければ日本の近代化はもっと遅れていただろうし、戦争だけでなく経済や外交の分野でも日本は不利な立場に置かれていたかもしれないんだ。まさに失敗を恐れず大胆に行動せよを体現した人物だよね。うわ、なんかすごく尊敬しちゃいました。長岡外史さんの考え方、今の時代にもめちゃくちゃ必要な気がします。そうだね。だからこそこの言葉は今の私たちにも響くんだ。次のセクションではこの名言を現代の私たちの生活にどう活かせるか一緒に考えていこう。はい、どんなことに活かせるかすごく気になります。ディスカッションしやすいようにいくつかのテーマを考えてみたよ。どれか話したいものを選んでね。挑戦する勇気を持つ。新しいことに挑戦するとき、失敗を恐れていませんか？長岡が医師のようにまずやってみる姿勢をどうすれば持てるか。逆境を乗り越える力。挑戦には必ず困難がつきもの。でもどうすれば乗り越えられる？長岡が医師のように失敗から学ぶ方法を考えてみよう。技術や知識を生かして未来を切り開く。長岡が医師は電信技術を学び、日本の未来を変えた。現代の私たちはどんな知識やスキルを生かして未来を変えられる？逆境を乗り越える力を話し合いたいです。ちょっと聞いてもらってもいいですか？最近悩みにぶち当たるとすぐ立ち止まっちゃうんです。何かうまくいかないともう無理かもって思っちゃうんですよね。周りの友達も同じで、ちょっとしたことで諦めたり考え込んじゃったりして、10代ってこういう悩みが多いのかなって思うんです。なるほど。それは結構大きなテーマだね。何かきっかけがあったの？この前父に相談したら、ほとんどの立ち止まりは興味と知識の薄さから来るものだ
って言われたんです。でも、正直よく意味がわからなくて。それはすごく深い言葉だね。実は、それって長岡返しの失敗を恐れず、大胆に行動せよという言葉ともつながるんだよ。どういうことですか？例えば、君が初めて海外に行くとするよね。言葉も文化も違う場所に行くのってちょっと怖く感じるでしょう。確かに、知らないことが多いと不安になりますよね。そう、それが興味と知識の薄さが立ち止まりを生むっていうことなんだ。知らないからこそどうすればいいのかわからなくて不安になっちゃう。逆に言葉を少しでも勉強してピンチのことを知ればなんとかなるかもって思えるようになるんだよ。なるほど。つまり、悩んで立ち止まってしまうのは解決策を知らないからってことですか？そう。そしてそれは長岡が医師の生き方にも通じているんだ。長岡が医師も軍人として新しい技術を導入しようとした時、周りからそんなの必要ないってめちゃくちゃ反対されたんだ。でも彼は電信技術を学び、それが戦争でどれだけ重要かを理解していたからこそ、反対されても行動し続けることができたんだよ。確かに、知識があったからこそ絶対に必要なものだって確信できたんですね。その通り。もし彼がなんとなく良さそうだからって思っていただけなら、ちょっと反対された時点で諦めていたかもしれない。でも彼は知識を持っていたから自信を持って行動できたんだ。そういえば、私も以前学校の発表でうまくいかなくて落ち込んでいたことがあったんです。準備もしていたつもりだったけど、結局本番では言いたいことがうまく伝えられなくて。でも今考えてみると、準備不足だったし、もっと調べていれば違った結果になったのかも。なるほど。それはまさに知識の薄さが影響したのかもしれないね。だから私もこれからは立ち止まった時に何が足りないんだろうって考えてみようと思います。まさにその通り。逆境にぶつかった時、ただもう無理だって諦めるんじゃなくて、じゃあどうすればいいんだって考えてみる。そうすれば少しずつでも前に進めるんだよ。すごく納得しました。これからは悩んで止まった時に知識が足りないのかもって考えて、もっと学ぶようにしてみます。いいね。きっとそれが未来の自分を変える力になるよ。今回の話、みんなはどう思いましたか？逆境を乗り越えるとき、どんなことを意識していますか？ぜひコメントで教えてください。今日はありがとうございました。皆さん、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。今回紹介した長岡が医師の言霊、失敗を恐れず大胆に行動せよには、困難に直面しても諦めずに前に進む大切さが込められていました。ここでもう一度あなたに問いかけます。恐れることからどのように勇気を奮い立たせますか？悩みや逆境にぶつかった時、立ち止まってしまうことは誰にでもある。でも長岡が医師のように知識を得ることで不安を乗り越えるという視点を持てば、前に進む力が湧いてくるかもしれません。私たちも何かに挑戦するとき、失敗を怖がるのではなく、まず学んでみる、一歩踏み出してみることを大切にしたいですね。それが未来を切り開く大きな力になるはずです。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄で今日の言霊について皆さんの考えを聞かせてください。あなたの挑戦や乗り越えたい壁についての意見をお待ちしています。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。